こんにちは、ダーパンダです。Apex 用に新しくオーディオテクニカの E70 が到着したので、早速レビューしていきます。結論から言うと、この E70 はイヤーチップをセドナイヤーフィットクリスタルに変更すると化けます。僕の場合、箱出しの状態では装着感がフィットせず、低音は軽く高音が刺さる印象でした。イヤーチップをこのセドナイヤーフィットクリスタルに変更したところ、装着感がかなり改善されて、高音の刺さり方も緩和、低音も聞くようになりました。現在 Apex はこの E70 でプレイしていますが、IE40 Pro の時よりも足音が聞こえているので重宝しています。ヘッドセットからイヤホンに変えたい方や IE40 Pro や同価格帯の手話を使っている方におすすめしたいイヤホンですが、前提としてミックスアンプがないと正直微妙な気もするので、そこは注意してください。それでは開封時の動画をご覧ください。同梱されていたオーディオテクニカのケースです。ちょっとした小物を入れられそうな普段使いできるケースになっていますね。これがイヤーピースかな。こちらにもイヤーピースとプラグが入っていました。先ほどのイヤーピースとはちょっと素材が違うみたいです。はい、出てきました。表面と裏面がこんな感じです。で、今まで使っていた IE40 Pro と E70 の比較です。これが E40。右側がオーディオテクニカの E70。どちらも手話掛けのタイプですね。IE40 の方、セドナイヤークリスタルのイヤーチップをつけてるんですけれども、シリコンなのでかなりゴミが目立つようになってしまっています。オーディオテクニカの純正のイヤーチップもおそらくゴミがつきやすいので、我が家みたいに猫がいる家庭やホコリがちょっと多いところだと目立ってしまうかもしれません。イヤーチップを外したところですね。ゼンハイザーの E40 の方が穴が大きくなっています。オーディオテクニカの E70 は真ん中の穴がちょっと小さくなっていますね。では早速、音聞いていきたいと思うんですが、普段僕がいつも使っているこの IE40 Pro、ゼンハイザーの IE40 Pro、これに、クリスタルのイヤーチップをつけたバージョンと、つけてないバージョンで、あと今回新しく届いたこのオーディオテクニカの E70、これの純正のイヤーチップで、その後にこのクリスタルのイヤーチップをつけて音の聞こえ方がどう変わっていくのか実際に試していきたいなと思います。でちょっと足音なんですけど、手元にいい素材がなかったので、ちょっと YouTube 実際上げてる方いたので、足音聞こえるようにこれでチェックしていきたいと思います。全然聞こえるんですよね。 IE40 Pro でも、普段僕これ使ってるんで聞き慣れてるっていうのは当然あるんですけど、全然わかる。どの辺にいるのかなっていうのは正直わかります。ただ今回僕がなぜこのオーディオテクニカ購入したかっていうと、IE40 Pro だとちょっと高音が刺さりすぎて打ち合いの時に耳がすっげえ痛かったんですよね。特にカービンとかプラグラーまだ良かったかな。あとそのボルトとか敵に弾が当たった時のそのキンキンいう音がもう鼓膜にダイレクトに届いてきちゃって、ちょっと打ち合いがしんどかったっていうのと、あと味方のボイチャの音がもう混ざっちゃって敵がどこにいるかちょっと分かりづらい、打ち合いが始まっちゃうと。それもあって今回オーディオテクニカを入れたんですが、IE40 Pro でも全然聞こえますよ正直。次に普段僕 EDM をよく聞くので、実際それの音を聞いていきます。ちょっと音の知識があんまりないのでどう説明していいかわからないんですけど、低音はちょっと少ない気がする。 EDM にしてはもともとイヤモニなので全ての音をフラットに出すとは言われてるみたいなんですけど、ちょっと高音が強すぎるかなやっぱり。でこの EDM のキックの音、今んだだ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 、これキックじゃない、ベースか。ベースの音は綺麗に聞こえてます。でもやっぱり高音きついな。
これが今まで僕が使っていた、i40 Pro とクリスタルのイヤーチップの組み合わせです。で、次ちょっとこれにノーマルのチップ入れていきます。一応お見せしておきますね。これがノーマルのチップです。i40 Pro。i100 Pro のイヤーチップちょっと見たことないんでわからないんですけど、そんなに変わりあるのかな、どうなんだろう。これが純正箱出しの状態と同じですね。i40 Pro の、箱出しの状態で足音聞いていきます。全然聞こえます。今左側にいるなで、左側から今前に移っていってるな、右側に音がいったなっていうのは全然わかります。もう本当 i40 Pro でも正直聞こえるんですよね、足音に関しては。本当に僕が嫌だったのが、その高音が刺さるんで銃声が厳しいっていうところと、そのボイチャとかがすごい混ざっちゃう。で混ざっちゃった時に敵がどこにいるか分からなくて突然目の前に出てきて死ぬっていうのも結構あったので、音だけが原因じゃないんですけどね、その死ぬっていうのに関しては。正直僕はイヤーチップはこのクリスタルの方が好みです。周りの音がカットできるんですよね、こっちの方が。多分それは僕の耳に合ってるんだと思うんですけど、このチップは本当に優秀だと思う。で、次、i40 Pro の箱出しの状態で EDM 同じ曲聴いていきます。なんか違うな。本当に気持ち変わるっていう感じなんですけど、イヤーチップがあるなしで。イヤーチップあるなしじゃない、イヤーチップがクリスタルか箱出しかの状態で違う。ちょっとさっき言ったその外の音をカットするしないっていうのもあるんですけど、その耳の装着感が違うので、こっちの方がね、耳にすごいぴったりしてる。微妙な隙間がないって言ったらわかるのかな。全然箱出しでも音は綺麗なんですけど、でもこっちの方が僕は好きだな。で、要請したんですけど、僕ちょっとこれコードの問題で出せないんですけど、アストロミックスアンプ入れてます。で、設定はAPEX のイヤホンの場合はこの設定にした方がいいよっていうのを上げてくれてる YouTuber さんがいて、でそれと全く同じ設定にしてます。今までね、このイヤホンにする前っていうのは、一番最初にこの HyperX の何イヤホンだったっけな、これにしてたんですよ。でこれにしてて全然音は聞こえてはいたんですけど、なんかもうちょっといい音が欲しいというか、なんか低音がちょっと欲しいなって思ったんですよね。でそこからロジクールの G プレックスにしてました。で、個人的なんですけど、HyperX と G Pro X どっちがいいの？僕はこっちです。こっちの方が全然音が分かりやすい、聞き取りやすい。じゃあなぜ G Pro X をやめてゼンハイザーのイヤホンに行ったか。単純にこれ頭ぺったんこになるんですよね、つけて。僕いつも0時ぐらいまでゲームやってるんですけど、0時までゲームして、でそこからジムに行って筋トレするんですけど、ジム行った時に頭ぺったんこな状態で筋トレするのがすごいなんか嫌だったんですよ。別に誰も自分のこと見てない、自分のことなんか見てないんでしょうけど、頭ぺったんこな自分が鏡に映って重いものを不細工な顔でこう持ち上げてるわけですよ。それがちょっともう嫌だなと思ったんで、いちいちね、ジム行くために頭セットするの嫌だし、わざわざ0時から。だもんで、イヤホンにしたんですよ。で、音に関して言えば、当然こっちの方がいいと思いきや、全然これでもいい。イヤホンでもいい。ほんとこれで高音がぶち刺さらなければ、これで良かったんですよ。話は脱線しましたが、お待たせしました。オーディオテクニカ E70 の出番です。もうね、金額が全然違うので、確かこれ買った時1万2、3円だったと思うんだよね。で、これ5万円弱。なので、もう値段が全然違うので、比べるところではないかもしれないんですけど、行ってみましょう。いやー、緊張するなー。なんか、これでゼンハイザーの i40 Pro と買わなかったらどうしようっていう不安はあるんですよね。金額なだけに。これ、手話掛けっていうタイプのものなんですけど、こっちはね、ちょっとこう、形つけられるんですけど、チャチい感じなんですよね。すごいチープ。こっちなんか優しい。で、こっちもちょっと形つけられますね。好きな形。こんな風にもできるし。なんかコードの感じがこっちの方が優しいな。なんだろうこれ。つけた感じはあんまり自分にはフィットしてない。正直ゼンハイザーの方がフィットするつけ心地は。なんかここの出っ張りがなんかはまりきってないというか、こっちねすごいねすっぽりね耳が塞がるように入ってくれるんでめちゃくちゃいいんですけど、なんかね耳がスカスカしてる感じがして、これちょっと嫌だな。なんか提供してもらったものとかじゃないんでもうガンガン言うんですけど、
高かったし、なんかスカスカすんな。いいや。じゃあ足音から聞いていきます。オーディオテクニカの E70 の箱出しの状態ですね。ほう。なんだこれ。これすごいかもしれない。これ実際にボイチャつなげてゲームやってみないとわからないんですけど、最終的な判断はできないんですけど、これね、今これで足音聞いてるだけだとやばい。足音の聞こえ方がすごく自然。ゼンハイザーだと耳が完全に塞がれた状態で音が入ってくるんだけど、オーディオテクニカの方はなんかほんと街中にいる状態で音が入ってきてる感じ。なんて言うんだろう。iPhone の AirPods Pro とかでノイキャンゴリッゴリに効かした状態で足音を聞くのか、外の音はシャットアウトされてるんだけど街中にいる状態で足音を聞いてるかっていう感じ。自然こっちの方が、オーディオテクニカの方が聞いててあんまり疲れないかも。ただもしかしたらこのレブラントのスライディングした時に今ちょっと耳にキンと音が入ったので、これ高音強いのかも。でシーズン12からボルトがケアパケ機になっちゃって、僕もともとボルトとショットガンを使ってたんですけど、次シーズンは多分メイン武器カービン持とうかなと思ってたんで、ちょっとなんか高音痛いな。これ高音痛いぞ。なんかすごい打ってるけど、これ刺さりそう音が。だけどこの音の定位っていうのはゼンハイザーより聞き取りやすいです。敵が今どの辺にいるかっていうのはすごく分かりやすい。ちょっとこれ使ってみないと分かんないな実際に。で次が、オーディオテクニカ E70 の箱出しの状態で EDM を実際に聞いてみます。痛い高音が痛い。ちょっとゼンハイザーより低音弱いかも。マジか。正直EDM に関してはゼンハイザーの方が僕は好みです。ゼンハイザーの方がちょっと低音を感じられた。なので音楽聴く人で僕みたいに重低音ゴリッゴリのものが好きな人はオーディオテクニカの E70 よりかは i40 プロの方がいいかもしれない。今ちょっと売ってないのかなこれ。100プロになるのかな次。なんかね、音が軽いっていうのかな。よく言えば一つ一つの音が分かりやすい。悪く言うとなんかシャカシャカなっちゃって EDM 向きではない気がする。この指パッケンの音、これはねめちゃくちゃすごい綺麗に入ってきてる音が。高音系のシンセの音はすごい綺麗に入ってくるね。それはゼンハイザーより綺麗な音が入ってくる。透き通ってるっていうのかな。低音が本当に悲しい。低音だよな。低音な。チップ変えてどうなるかですよね。ちょっとチップ変えてみましょうか。70にこのクリスタルのチップをつけました。でちなみに僕これ M サイズ使ってます。耳の大きさそんなに可もなく不可もなくっていうんですか、大きすぎず小さすぎずなんですけど、L と ML は耳に入るんですけど、ちょっと時間経つとね、耳の穴がなんか中から押し広げられる感じがして痛くなってきちゃったので、M にしたらちょうどよかったです。で、ちょっと参考になるかわからないんですけど、AirPods Pro に関しては箱出しの純正のイヤーチップそのまま使ってるので、もし同じような方がいてこれ気になるのであれば M だとちょうどいいのかなということで、これつけたので装着していきます。これすごいな。全然違う装着感。イヤーチップ変えるだけで物がまるで変わる。すごい。さっき言ってたここの出っ張りがあるせいでなんか耳がスカスカするって言ってたんですけど、改善された。すごいなこれ。で外の音もちょっと遮断されてるので、耳元でイヤホンつけた状態で指をさっさとやると音が出ると思うんですけど、これを今自分の耳で喋ってもあんまり入ってこないです。じゃあこれで足音を聞いていきましょう。すごいわ。めちゃくちゃ場所わかる。今右側行った。今ちょうど真後ろ。また右行った。真ん中左行った。すっげえわかる。これすごいぞ。さっきのノーバルの状態、街の中で足音聞いてる感じって言ったんですけど、これにしたらノイキャン効かした状態で i40 プロよりも透き通った状態で足音が聞こえる。これでアップしたらどうなんだろう。射撃音の高音のぶっ刺さりがかなり改善された。大丈夫だ。すごい。こんな変わるのイヤホンのレビューじゃなくてなんかイヤーチップのレビューみたいになってきたけど、これ全然違う。イヤホン使ってて高音とか銃声とか刺さってしんどいなっていう人、これちょっと試してみてほしい。これ確かね3000円くらいで売ってるんですよね。これはね、イヤホン買い替えるぐらいだったら一回イヤーチップ変えてみるのは手だと思う。イヤホン買うより安いし。すごいなこれ。場所わかるし高音刺さるのちょっと弱まってるし、いいな。装着感もかなり改善した。これなら全然いける。続いて僕が大好き EDM E70 にクリスタルいきます。やばい、低音復活してんだけど、なんで？ベースの音超好きこれ。でこれつけて低音強くなってるんだけど、
高音はね、やっぱりたまに刺さるけど全然マシ、これつけると。で、今女性ボーカルなんですけど、女性ボーカルすごい綺麗に聞こえてますね、これ。女性ボーカルと爆発の SE 音のこのシュインと音もちゃんと綺麗に聞こえてくるし、その後の爆発の低音もちゃんと弾いてくるし、で、裏で鳴ってるベースの音もちゃんと聞こえてくる。で、相変わらずこの指パッチンはめちゃくちゃ綺麗。いや、これいいな。これすごいぞ。あ、これ好き。なんだろう、これ。低音を聞かせるために無理やり音をこもらしてるって感じは全くないですね。これもまあ正直なかったんですよね。音をこもらしてるって感じはしなかったけど、より自然に低音が強くなった。これをつけたオーディオテクニカの E70 は。でそれでいて高音もそれぞれの音わかるし、あ、これは買ってよかったな。はい、よく聞いてみました。4種類かな。現時点で一番音がいいのはもうこの組み合わせ。今のところこの組み合わせが最強です、僕の中で。で、次にいいなって思ったのはこの組み合わせで、その次に良かったのは E70 でノーマルチで、最後はこれにノーマルチ、こっちかが良かったです。まあ、価格帯が全然違うのでコスパがいいって言われたら全然こっちです。ただこれでちょっと物足りない、音がきついなっていう人はこれにクリスタル組み合わせが多分いいんじゃないかなと思います、現時点ではね。ただゲームで使って、実際ボイチャ入れたりとか、インファイでゴリゴリやったりとかしないと判断できないので、1週間ぐらいやっていきたいと思います。はい、実際にオーディオテクニカの E70 をつけてプレイしてきました。これがシーズン11の最終日ですね。カジュアルを回してる時で、戦闘が終わってちょっと漁っているんですけれども、この段階でなんか足音聞こえるなっていう風に探って一回下がりました。で、これいないっていう話をしてやっぱりいたと。多分これ今までの i40 Pro だと聞こえてなかったかもしれないですね。アンチの迫ってきてる音もしてましたし、終わった後漁ってる音も混ざってたので、これ聞こえるようになったのはだいぶでかいですね。なんか味方挟まってたけど。で、これがその後の、最終日回していたランク、ワールズエッジですね。で、これもここでなんか聞こえたんですよね。で、レイスなし音かなっていうのを味方のレイスに報告してるんですけど、味方か敵かちょっとわからない状態ですね。で、移動したらドローン壊されたのでやっぱり後ろいたねっていう話をしてますね。で、これがシーズン中に入って2日目かなのランクです。これも前の方向に3パーティーいるんですが、音が聞こえているのでこれがし楽に戦えています。このパス、味方のカバーもらえるようにちょっと誘導しながら、このパーティーをもう見えないでとりあえず音聞きながら打っていくっていう感じですね。で、1枚上に上がったのが見えたのでこれは落として、で、木からちょっとぴょこぴょこしてるのが見えたので打って終わりと。で、GG ですね。これやっぱりイヤホン聞こえてるので強い。足音聞こえるのはやっぱり強い。いかがでしたでしょうか。聞き比べの個人的順位ですが、イヤホンの聞き比べに関してはこんな感じ。両方ともセドナイイヤーフィットクリスタルのイヤーピースを装着することで音と装着感が改善されています。次に Apex をプレイする上で僕が持っているイヤホンとヘッドセットの混合順位はこんな感じ。すべてアストロニックサンププロ TR を併用しての順位です。今までイヤホンはヘッドセットに勝てないと思い込んでいましたが、いい意味で期待を裏切られました。
E70 とクリスタルの組み合わせはヘッドセットよりもよく聞こえていると思います。後から知ったのですが、この E70 はレインボー6の野良連合さんが使っているイヤホンとして注目されていた時期があるんですね。ミックスアンプがない場合の個人的順位です。イヤホンでボイチャーを行う場合は別途マイクも用意しないといけません。周辺機器のことも考えると、やはりヘッドセットの方がコストパフォーマンスがいいと思います。Apex とは関係ないですが、イヤホンを iPhone に直接接続して EDM の聞こえ方がどう変わるのか気になったので試してみました。個人的順位はこんな感じ。これに関してはヘッドセットが一番音がよく聞こえると思っていたので意外でした。 E70 の組み合わせは全ての音が綺麗に聞こえてきました。 IE40 Pro も満足できるレベルで十分綺麗です。正直目の前で聞き比べているから違いがわかるだけで、専門知識がない自分のレベルであれば IE40 Pro でも全然満足できます。ただ聞き比べるとやっぱり E70 の方が音が綺麗なので、必然的に E70 しか使わなくなりますよね。 G Pro X は高音と中音が若干こもり気味で、イヤホン2種類の方が綺麗に聞こえました。ボーカルに関しては確認していた曲が女性ボーカルだったので、イヤホンの方が綺麗に聞こえました。男性ボーカルは分かりませんが、この流れだとイヤホンの方が綺麗かもしれません。低音は G Pro X に軍配が上がります。ですが E70 のように低音が綺麗に聞こえているという感じはしません。低音がイヤホンより強いなという感じでした。ヘッドセットなのでこれが一番いいと、そういう感じではありません。次に Bluetooth 接続の AirPods Pro を試しました。全体的に音がこもっていてシャカシャカしている印象です。便利さで言えばこれが一番ですが、音質は一番残念でした。ジムや通勤で使う分にはこれが一番便利なのでいいのですが、 E70 の後にこれを聞くと音が悪いなという印象しか出てきません。まあ便利なので通勤やジムでは結局これを使うんですけどね。結局 Apex をするならどれを買えばいいのか。予算がある人はオーディオテクニカ E70 とセドナイヤーフィットクリスタル、これの組み合わせをおすすめします。ミックスアンプやマイクがあってコスパを求める人は IE40 Pro、 今であれば IE100 Pro ですね。機材がない人は G Pro X のヘッドセットをおすすめします。ゲームもしない、スマホは iPhone、 通勤通学やジムで使いたいという方は AirPods Pro を使うのがいいと思います。はい、このチャンネルではゲーム実況をベースにレビューもたまにやっていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。この動画が面白かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくね。